今日は鶏ささみと大葉のチーズ春巻きを作りました。こんにちは、料理研究家のいかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はパリパリの大葉とささみの春巻きを3種類作りたいと思います。今回はね、お弁当のおかずにもぴったりな大葉とささみのね、あっさりとした春巻きを作っていきます。一つが梅、もう一つが味噌マヨ、そして柚子胡椒、この3種類作っていきたいと思います。作り方はすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。今日の材料はこちらです。鶏のささみ、大葉、とろけるスライスチーズ、調理酒、塩コショウ、梅干し、マヨネーズ、味噌、柚子胡椒、小麦粉、お水、そして春巻きの皮です。こちらの材料で作っていきます。今回ね、味付け3種類作っていきます。まず梅干しの種を取って使いたいと思います。こちらね、チューブ状になってるものでもどちらでも OK です。で、あとはですね、味噌マヨネーズ味、この2つを合わせていきます。そして柚子胡椒ですね。これは大人の方とかおすすめですかね。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。まずですね、こちらささみの裏側にね、こういった筋がついてますので、こちらを取り除きます。で、いろんなね、筋の取り方があるんですけれども、今回はフォークを使って簡単に筋を取れる方法をご紹介していきます。まずこちらキッチンペーパーを用意してください。まず利き手じゃない方で筋のね、ちょっと出てるとここを持ちます。そしたら利き手でフォークを持っていただいて、このフォークの隙間に筋を挟み込みます。こんな感じで、お互いね、逆方向に引っ張り合います。で、スーッとこのように綺麗に筋を取ることができます。それではね、他も同じように筋取りをしていきます。それではこちらのささみ、だいたいね3等分ぐらいに少しちっちゃめに切ります。この後ね、電子レンジで加熱するんですが、こうやって切っておくと火の通りも早くなります。はい、これで OK です。続いてね、ささみを電子レンジで加熱して火を通していきます。まず耐熱のこういったね、お皿を用意してください。で、ここに先ほど切ったささみですね、こちら置いていただいて、で、まず下味つけます。調理酒、この調理酒をかけてチンするとお肉柔らかく仕上がります。そして塩コショウですね、こちら2つまみから3つまみぐらいですね。こちら揉み込みます。で、軽くここで下味つけるイメージですね。こんな感じでよく下味をつけたら全体的に広げます。お肉がね、できるだけ重ならないように広げましょう。それではここにラップをします。で、結構ね、電子レンジで加熱するとこのささみ肉結構バンバンね弾きますので、隙間がないようにラップをするようにしてください。20ぐらいにしてね、いただくといいと思います。で、それではこちらを電子レンジ 600W でまず2分加熱します。はい、今2分加熱しました。電子レンジの種類とか、あとお肉のね、冷え具合によっても加熱時間変わってくるかと思いますので、様子を見ながらね、加熱時間変えてみてください。はい、今この状態です。半分ぐらいで火が通ってる状態です。で、これを一度裏返します。で、裏返して両面ね、きちんとね、火が通るように加熱していきます。で、これね、私冷蔵庫からすぐ出したささみだったので、ちょっと火の通りが悪いかなっていう感じなんですが、様子を見ながらね、ほんと加熱してみてください。それではもう一度ラップをします。はい、そうしましたら今度は電子レンジ 600W で1分温めて、様子を見ながら加熱時間変えていきます。はい、今ね1分加熱したんですけど、まだねもうちょっと周りがね加熱しきれてないので、もう1分加熱したいと思います。はい、加熱し終わりました。やけどしないようにラップを外します。はい、今このような状態になってます。熱い湯気が出てくるので、この時やけどしないように注意してください。こうやって見るとね、この汁が出てます。こちらを一度ね取りましょう。このようにね、ざるにあけていただくといいかなと思います。お皿の汁をね取り除いていただくだけでもいいんですけれども、お皿がちょっと熱いのでね、こういったざるなどに入れていただくといいかなと思います。それではこちらね、裂いて使うんですが、まだちょっと熱いので粗熱を取ります。粗
粗熱取ってる間に準備していきます。まずこちらの大葉、こちらは洗っていただいて、この茎だけをね切っていきます。こちらを切ります。そうしましたら大葉のね水分をしっかりと拭き取っておきましょう。大葉の準備はこれで OK です。続いてこのとろけるスライスチーズですね、こちら袋ごとね半分に切っちゃいます。スライスチーズはこのように半分に切っておいてください。あと今回ね梅干しを使いますので種を取り除いておきます。練り梅のねチューブを使う方はそのまま使ってください。少しね梅干し崩しておきます。このようにスプーンなどで練っておきましょう。梅干しの準備はこれで OK です。続いて味噌マヨを作ります。こちらはねもう2つ合わせるだけなのでねすごく簡単です。2つを混ぜ合わせます。これで OK です。そして春巻きの皮を止める水溶き小麦粉を作っていきます。薄力粉にお水ですね。小麦粉が1、お水が2の割合です。これをよく混ぜておきます。水溶き小麦粉の準備はこれで OK です。それでは粗熱が取れたささみを手でほぐしていきます。手をしっかり洗っていただいて、このささみをねほぐしていきます。こちらも適当で大丈夫です。はい、このようにねほぐしましょう。ささみの準備はこれで OK です。それではこれから春巻きの皮で包んでいきます。でも皆さんご存知かもしれないんですが、春巻きの皮はねこのようにくっついてます。なのでこちらね1枚ずつ取り外しておきます。冷蔵庫からすぐ出した状態だとねちょっと取りにくいので、使うね10分前ぐらいに取り出していただくとちょうどね剥がしやすいと思います。でこれね思いっきりやると破けてしまうので、優しくねこのように剥がしていきましょう。このようにね一枚一枚剥がしていただきます。でこれ触っていただくとザラザラしてる方とツルツルしてる方があります。でツルツルしてる方が外側に来るように包んでいきます。こちらね全部ね1枚ずつ最初に剥がしておきましょう。このように全部剥がしました。それでは巻いていきます。ザラザラした方を表にしてください。でここにとろけるチーズですね。とろけるチーズは表にずっと出しておくと柔らかくなってしまいますので、使う直前まで冷蔵庫に入れておいてください。これを手前に置きます。ここですね。でそしたら先ほどねほぐしたささみをのせます。この上にじゃあまず最初に梅ですね。梅を置きます。端っこをくるっと一巻きして折り込みます。でそうするとチーズがね上の面にきます。でそしたらこの部分空いてる部分ですね、大葉をのせます。この大葉のせる時のポイントなんですけど、大葉の表面が下に来るように置きます。でそしたら両端を折り込みます。でこっちも折り込みます。この端っこに先ほど溶いた水溶き小麦粉をつけます。でこれでくるっと巻きます。くるくるっと巻いていただいて、でしっかり口を閉じます。これで OK です。このようにね大葉が表に出てくるように巻いていきます。では続いてねマヨ味噌をやっていきましょう。でこちらも同様にとろけるチーズ、そしてささみで味噌マヨです。でこれを巻きます。で一回転くるっと巻いてください。でこのチーズが上に来た状態で大葉をのせます。両端を折り込みます。であとはこの角に水溶き小麦粉をつけます。そしてくるっと巻きましょう。これで OK です。じゃあ続いて柚子胡椒です。こちらもチーズを最初に置いていただいてささみを置きます。で柚子胡椒ですね、こちらもお好みの量で OK です。くるっと巻きます。一回転したら大葉を置きます。そして両端を畳みます。で端っこに水溶き小麦粉をつけて、でくるっと巻きます。はい、これで OK です。それではねあと残り7つですね、同じように巻いていきます。はい、このように巻き終わりました。それでは油で揚げていきたいと思います。それではフライパンで揚げていきます。まずフライパンに底から1センチから2センチぐらいの油を敷きます。で火にかけます。こちらはですね160度から170度ぐらいの温度で揚げていきますので、それまでまず油を温めます。揚げる前にこのように油切りもきちんと用意しておきましょう。それでは
が適温になったので油で揚げていきます。で、揚げる時の目安としては、菜箸をこう油の中に入れた時に細かい泡がプクプクプクっと出るぐらいですね。このぐらいになれば OK です。それでは揚げていきます。この時ね、やけどしないように注意してください。で、フライパンの大きさに合わせてね、揚げる個数は変えてください。で、最初はね、このまま1分ほどで何も触らない状態で揚げていきます。はい、で、1分ほどしたら裏返します。で、片面も1分から2分ほど揚げていきます。いい感じのきつね色になったら揚げていきます。このようにいいきつね色になったら取り出します。トータルでだいたい3分ほど揚げました。それではね、残りも同じように揚げていきます。揚げ上がりました。これで完成です。はい、これでささみと大葉の春巻きの完成です。こんな感じに仕上がりました。揚げ色もこのぐらいにしていただくと綺麗に大葉も出てくるかなと思います。ということで早速いただきたいと思います。それでは最初に梅からいただきます。やっぱりこのささみと大葉と梅は合いますね。そしてこのチーズがまたいいですね。続いて味噌マヨいただきます。マヨ味噌は全体的にまろやかになってて、大葉のね味がアクセントになっててすごく美味しいです。柚子胡椒いただきます。美味しい。やっぱ柚子胡椒も合いますね。柚子胡椒のパンチが強いんですけど、後からこう大葉の香りが口の中に広がる感じです。どちらかというと大人の方にね人気がありそうな味です。今日も美味しく仕上がりました。今回の大葉とささみのチーズ春巻きのポイントです。まずですね、今回鶏ささみを使用してます。鶏ささみの場合はね、全部にこう筋が入ってますので、クッキングシートで筋の部分を持っていただいて、フォークの隙間にその筋を挟んで、お互いね、反対方向に引っ張り合うと、スーッと簡単に取ることができます。ぜひこちらの方法で簡単に筋取りをしてみてください。あとはですね、調理酒と胡椒で簡単に揉み込んでいただいて、電子レンジで加熱して火を通してください。この加熱時間に関しましては電子レンジの種類だったりとか、あと鶏肉のね温度とかでもね変わってくるかなと思いますので、様子を見ながら加熱してみてください。そして春巻きの皮で包む時のポイントです。春巻きの皮なんですけれども、袋から出していただくとね全体がピタッとくっついてます。なのでそれをまず1枚1枚剥がしていただいて、それから作業するようにしてください。で、剥がすのもですね、出来たては結構パリパリで硬いので、使う10分前ぐらいに冷蔵庫から出していただくと剥がしやすいかなと思います。巻く時のポイントです。まずですね、春巻きの皮はツルツルしてる面とザラザラしてる面があります。で、ザラザラしている方が内側なので、ザラザラしてる方を上にして、そこに具材を乗せていってください。大葉をね、表面に出すポイントなんですけれども、最初から大葉を巻いてしまうと春巻きの皮でね、見えなくなってしまいますので、チーズとささみと、あとその他のものを入れていただいて、くるっと一回転してから大葉を乗せてください。大葉を乗せる時もですね、表面を下にして置くようにしてください。あとはでもくるっと巻くだけなので、とても簡単にできるかと思います。そして揚げる時はですね、今回160度から170度の油で3分ほど揚げました。こちらも様子を見ながら揚げ時間は調整してください。これをね、半分に切ればお弁当のおかずとしても使えるかなと思います。お酒のおつまみにもとてもぴったりです。すごく美味しいので、ぜひ作ってみてください。ということで今日は大葉とささみのチーズ春巻きを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。